ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、先日 M2 チャンネルさんで公開された MII シュガーボムの細かすぎる歌声解説後編、こちらをですね、お送りしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ皆さん、前編の方は見ていただけましたでしょうか？僕なりにね、どこよりも細かくをテーマにですね、解説した内容となっております。そして今回の後編もですね、ものすごく細かいところまで歌声解説しておりますので、ぜひ皆さん最後までよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが大好きな MII、JO1、INI を筆頭にラポネ所属アーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは早速 MII シュガーボム細かすぎる歌声解説後編行ってみたいと思います。ちょっと言葉を失ってしまったんですけど、すごくバックのサウンドとの一体感が凄まじすぎて、曲は流れているのに空気が止まったような雰囲気が何箇所かあったんですよね。これは後ろで流れてるカラオケのアクセントとあやねさんの歌のアクセントが点で結びついたことによって初めて起こる現象なんですよね。だからリズム感がですね、半端ないですね。確認してみましょう。まあ、わかりやすく言うと、スタッカートの仕方がめちゃくちゃうまいんです。ダッダッダッダダッダッダッダみたいなね、全体的にスタッカートなんですけど、同じスタッカートでも、例えば1ある音を 0.5 に短くするっていう人と 0.3 に短くするっていう人っているじゃないですか。人によってスタッカートの感覚っていうのは全然違って、切り方もね、同じ音を切ってるっていう中でも長い短いっていうのがあると思うんですけど、あやねさんの場合はですね、ものすごく短く切るタイプのスタッカートで、これがバックのサウンドとですね、うまく絡むことによって、先ほど言った曲は流れてるんだけど空気が止まったようなニュアンス、これがね表現されていて、凄まじいポイントだったかなというふうに思います。じゃあ次いきますよ。ずーっとここの発音の仕方がすごく特徴的ですよね。母音がおなんだけど、あに近いような言葉での発音。ずーっと多分とって言ってるんですけど、口の形があに近いのかな。それでああいう複雑な雰囲気の言葉のニュアンスになってるのかなというふうに思います。確認してみましょう。ずっと口をですね、さっきのと逆のねパターンかもしれないです。口はおの形なんだけど、発音してる言葉のイメージとしてはあに近いような、ずっとみたいな、こんな感じのニュアンスなのかな。とにかく言葉の扱い方がですね、ものすごく個性的で魅力的だなというふうに思います。じゃあ次いきますよ。フレッシュな歌声ですね、つづみさん。すごく可愛いですよね。声質も明るいし、腹筋を使って声を出してるからパワーもあるし、素晴らしい歌声ですね。確認してみましょう。最後のね、笑顔が素敵ですね。やっぱ最年少っていうだけあって、一番ね、こう子供っぽいような、いい意味でね、いい意味で子供っぽいような雰囲気が出る瞬間がですね、つづみさんはめちゃくちゃ可愛いですよね。じゃあ次いきますよ。リノンさんのところどころに入ってるエッジ音、皆さん気づきましたか？このエッジの音がね、すごくこうセクシーな雰囲気を出しているポイントかというふうに思います。確認してみましょう。音が低くなったところかな。そこにね、この音が入っていたかと思います。この音で色っぽさだったり
切なさっていうね、そんな雰囲気を作っていたんじゃないかなというふうに思います。じゃあ次いきますよ。素直な歌声ですね。しっかり鼻に入れて、裏声に近いような感じの声質かな。もう一回聞いてみましょう。フォールとかしゃくりとかが入っていないので、ものすごくフレーズがね、素直な感じがしますよね。で、フォールとかしゃくりを入れないで、ここまでね、素晴らしい歌声っていう風な雰囲気を出すのって、実はすごく難しいことで、ビブラートもそうなんですけど、しゃくり、フォール、ビブラート、この3つを入れることによって、歌の実力がなくても、それなりの表現をしてるっていう風な雰囲気を出すことができるんですよ。だから逆に言うと、しゃくりとか、フォールとかビブラート、この3つを入れない状態で素晴らしい歌声っていう風な雰囲気を出すのは難しいんですよね。なので今のミウさんのねフレーズ、ものすごいクオリティが高いポイントだという風に思いました。じゃあ次いきますよ。ランさんのこのポイント、全体的に裏声ですよね。で、スタッカートで歌っている感じ。スタッカートというよりも、言葉一音一音のこの隙間のところにちっちゃい「つ」を入れていくっていうニュアンスの方が多分正解だと思うんですけど、この歌い方をすることによって裏声なんだけど、強い雰囲気のする裏声っていう風にね、そんな感じの声を聞かせることができるようになります。確認してみましょう。そしてめちゃくちゃ可愛い声ですね。やっぱりね、この裏声を鼻に入れてるんですよね。これが、ランさんのね、今のところの可愛い声の作り方だというふうに思います。じゃあ次いきますよ。恵子さんの声、ものすごくね、やっぱ大人っぽいですよね。ラップチームは、すごく大人っぽい声質なのかな？それがあって、ラップチームになったのか、詳しい方はぜひコメントでね、教えていただけたらなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。で、全体的に、今のところはですね、しゃくりが入ってますよね。音の頭に。ダダ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 ダ。逆にこういうね、ラップみたいな、メロラップって言い方が正解だと思うんですけど、今のところのフレーズはですね、小刻みなしゃくりを入れることによって、スピード感をですね、強調するような、そんな感じのフレーズの作り方になっていたんじゃないかと思います。じゃあ次いきますよ。2回目はね、ボムの言い方がですね、ものすごく素直で素敵でしたね。で、今のしずくさんの2回目のこのボムのところも、しゃくりもフォールも何もしないで、バーン、バーン、音をまっすぐ伸ばしたような雰囲気になってるんですよね。それが可愛い感じの雰囲気が出ていたのかなというふうに思います。確認してみましょう。あっさりしてる感じがめちゃくちゃ可愛いですよね。いやー、最高ですね。次いきますよ。ここの心さんのポイントはですね、地声感が強いかなっていうふうに思います。で、地声を鼻に入れてまっすぐ前。このイメージでおそらく声を出してるんじゃないかと思います。確認してみましょう。おそらくね、それで間違いないと思います。で、あまり口は開けていないような印象を受けましたね。口を大きく開けるとどうしても声にパワーが乗ってしまうので、そこまで口の大きさは開けずにですね、今のところ歌っていたんじゃないかと思います。じゃあ次いきますよ。シュガーボム。ここにちっちゃい「つ」が入ってるんですよね。シュガーとボムの間にちっちゃい「つ」が入っていることによって、ボムっていうところが本当に爆発してるような雰囲気をあやねさんは出したかったんじゃないかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。最後のボムっていうところがすごく強調されてる雰囲気がありますよね。いやー、いいですね。次いきます。スーさんのすごい綺麗な裏声ですね。で、言葉を全体的にぼやけさせて発音してるような、そんな感じの雰囲気感じました。そうすることによって逆に聴いてる側は歌を聴こうっていう風な感情になるんですよね。その辺意識してもう一回確認してみましょう。すごく可憐だって感じですよね。いやー、かわいい。めちゃくちゃかわいい。じゃあ次いきますよ。
すごく個性的な声ですね。リノンさんの声ですかね。この声は鼻腔がメインなんですけど、口腔の響きをあまり使わずにですね、喉の空間をちょっと締め気味にするんですよね。閉じるというか。なので使ってる声としてはですね、胸腔と鼻腔、この2つがメインになってます。その声をまっすぐ前に向かって出すんですね。おそらくこういう声の使い方なんじゃないかと思います。確認してみましょう。すごくいい声。このリノンさんの声が入ってくることによって、曲の中でね、一つのね、フックになりますよね。歌声のね、今までの流れの雰囲気がガラッと変わるポイントというか、そんな感じのね、インパクトを受けました。じゃあ次行きますよ。めちゃくちゃ綺麗なコーラスですね。ここはリノンさんとランさんとココナさんの3人でハモってんのかな。いや、難しいハーモニーですよ、今のところは。で、コーラスの難しいところって、音をね、合わせるところはもちろん難しいんですけど、それ以上にですね、言葉の子音を点で合わせていかないと、すごく雑に聞こえてしまうんですよね。なので、個人的にはですね、メロディーを歌うよりも難易度が高いというふうに思ってます。ただね、今のところのコーラスは、もうね、完璧なコーラスでしたね。確認してみましょう。イエー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 イじゃないですか。細かく言うと、このイのところからリズムをしっかり合わせていくんですよね。イエーイイエーイイエーイで、このしゃくるスピードも全部合わせなきゃいけないし、だからね、コーラスって実はね、ものすごく難しいんですよね。じゃあ次行きますよ。いやー、めちゃくちゃ綺麗な声ですね。裏声メインのミックスボイスですよね。やっぱりね、バックの楽器体、要はサウンドですよね。この辺がね、静かになってるから、こういう綺麗な声質が、すごく心地いいですよね、聞いていて。もう一回聞いてみましょう。ロングトーンも素晴らしいしね、最後の。この声はね、この鼻腔の上の方の空間をですね、うまく使って出すと、ミュウさんみたいなね、声質作りやすいんですけど、これがね、難しいんですよね。練習方法としては、いろいろあるんですけど、僕が最近生徒におすすめしてるのは、リップロールですね。この練習方法。これをやると、音がこう下がっていくときに、先ほど言ったこの鼻のですね、鼻腔の奥の空間の位置っていうのがすごくわかりやすいような感覚になるんで、もし気になる方はぜひこれ練習してみてください。次いきますよ。鈴見さんの今のところはすごくパワフルでしたよね。最初はね、地声メインのミックスボイスで、音の低いところは地声なのかな？確認してみましょう。今聞いた感じだと、両方地声メインのミックスボイスかなというふうに思います。高い音も低い音も両方ね。両方ね、高いんですけど、ここはね、ミックスボイスじゃないと、やっぱ声に力みだったり、辛そうなね、雰囲気が乗っかってきてしまうので、ミックスボイスを使ってるんじゃないかと思います。じゃあ次行きますよ。しずくさんの歌声ね、やっぱりね、可憐な雰囲気がありますよね。言葉のね、タッチというか、アタックがものすごくいい意味で軽いんですよね。だからすごく聞いていて癒されるんですよ。いやー、素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。ものすごくね、心が優しい子なのかな、しずくさんはね。そういったね、性格が歌声に出てるんじゃないかなというふうにね、僕はね、思っているんですけれども。いやー、いいね。次行きますよ。なるほどね。しずくさんがメインで歌って、バックのハイトーンのフェイクが、つづみさんなわけだ。柔らかい声質のしずくさんと、パワー系のつづみさんのコラボというかね、このギャップがね、今ものすごくいい意味で面白い感じになってましたよね。もう一回聞いてみましょう。いやー、いいね。ハイレベルだね。よくね、こういうメインメロディーがある上で、メロディーよりもね、さらに高い音でフェイクを歌っているっていう表現方法あるんですけど、これももともとね、R&B とか、そういったジャンルで結構ね、多用されていて、ラストのサビで
転調、要は音が上がってさらに盛り上がったサビみたいなところでね、使われることが多かったんですけど、いやー素晴らしいですね。次いきますよ。最後のサビはこういう二人で歌うみたいなポイントなのかな。メインメロディーを歌ってるメンバーのですね、解説をしていきたいと思います。で、ランさんですね、ここのポイントは。ランさんはね、胸腔共鳴の響きだったり、口腔共鳴をメインで使っているので、すごくね、この落ち着いた空気感がたまらないですよね。もう一回聞いてみましょう。すごくね、笑顔も素敵だしね、最高ですね。じゃあ次いきますよ。ずーっとのこの発音ね。もう全員ね、やっぱり日本語を英語的な発音で歌ってますよね。それがね、すごくかっこいいです。もう一回聞いてみましょう。ずーっと、もうね、さっきも言いましたけど、これ、そうの発音ね。結構歌詞の発音の仕方で歌の雰囲気も変わってきますんで、もしね、カラオケが好きな方とかは、ぜひカラオケ行った時に、日本語の発音を英語みたいなね、雰囲気で歌ってみるっていうのを試してみてほしいなというふうに思います。次行きます。素敵ですね。声がね、可愛いですよね、あやねさんね。やっぱりね、あやねさんの最大のポイントはですね、声質もものすごく特徴的で可愛くてね、素敵なんですけど、それ以上に、やっぱリズムの使い方、こちらがね、すごく常人離れしてんじゃないかなというふうに思います。特に給付の付け方ですよね。ちっちゃい「つ」の入れ方だったり、スタッカートをする時の歌い方、この辺がね、ものすごくポイントになってるんじゃないかと思います。確認してみましょう。給付の手前の音の語尾とかね、だーとか、なんかちょっとこうね、ぼやけさせたような音を一瞬入れてたりするんですよね。いやー、すごいですね。じゃあ次いきますよ。ココナさんの声ね、好きだな、僕。そして笑顔も素敵ですよね。いやー、もうね、ドキドキしちゃいますね。ミーアイのね、こういうパフォーマンスの動画を見ていると。すごくね、声が素直な感じがね、いいですよね。もう一回聞いてみましょう。やっぱりね、笑顔が素敵ですね。いや、めちゃくちゃ可愛いですよ。皆さんの方がね、よくご存知だと思うんですけど、いやー、本当にね、魅力たっぷりですね。次いきますよ。柔らかい声ですね。ココナさんのね、1回目のね、ボムのところがね、柔らかいんですよ。音が高い音って、そのままね、声にパワーが乗っちゃったりするんですけど、ものすごくソフトな歌い方でですね、すごく優しい雰囲気が出てましたよね。確認してみましょう。ここでね、裏声を使うことによって、この優しさを表現してるんだと思います。次いきますよ。スーさんのね、このね、幻想的な声。裏声をメインで使っていたんですけど、しっかりとね、腹筋を使って音を切っているので、ものすごくこう、歯切れの良さがね、表に出ていて、聞き心地がいいですよね。確認してみましょう。もうね、妖精みたいな歌声ですよね。すごく素敵です。じゃあ次いきますよ。ももなさんのね、タタタタ、タタタ、ここのエッジがね、めちゃくちゃ素敵でしたね。多彩ですね、ももなさんね。もう一回聞いてみましょう。いやー、素晴らしいですね。で、バックのね、フェイクもかっこいいし、すごく素敵なポイントだなというふうに思います。じゃあ次いきますよ。恵子さんのバーンバーンの歌い方がすごく可愛いですね。地声をメインで使ってるから、この可愛さがね、出てると思うんですよ。もう一回聞いてみましょう。今の恵子さんのポイントもね、何の癖もない2つの音を使っていて、その素直さがめちゃくちゃ可愛いっていうね、雰囲気になってたんかなというふうに思います。次いきますよ。
なるほどね。あやねさんから始まって最後は、つづみさんとあやねさんのメインとハモリ。これでね、終わるっていう感じかな。もう一回聞いてみましょう。おい。いや、最後の二人のポイントはすごいですね。しゃくりのポイントとかもね、全部こう、バッチリ合わせてますよね。いやー、最高でした。M2 チャンネルより、ミーアイデビュースペシャル、ミーアイシュガーボム見ていきました。いやー、みんなキラキラしてね、可愛いしね、歌も上手いし、パフォーマンスもとっても素敵で、魅力全開ですよね。いやーもうほんとね、素晴らしいっていう言葉しか出てこないです。そして、パフォーマンスしてる映像を見るとですね、もうね、キュンキュンしちゃいますよね。これからの日本のね、ガールズグループシーンを引っ張っていくガールズグループ、それがミーアイだというふうに思っておりますので、これからも全力で応援していきたいと思います。それでは今回の動画この辺で終わりにしたいと思います。動画の内容気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。